複数種類のサックスを演奏される方は結構見えられると思いますが、複数管を持ち運ぶのに困っていませんでしょうか？私は10年ほど前にソプラノサックスをストレートからカーブドに変更したことで持ち運びに非常に困っていました。もともとケースは小さい、軽い、収納が多い、デザインが良いの観点で選んでいましたが、3管を同時に持ち運ぶことがかなり厳しくなりました。10年くらい前までは、テナー、ソプラノのダブルケースにアルトのシングルケース、楽譜や小物類。またはテナーのシングルケースにアルト、ソプラノのダブルケース、楽譜や小物類で一つを背負ってなんとか持ち運んでました。ソプラノがカーブドソプラノに変わって、テナー、アルト、ソプラノはすべてシングルケースで譜面台などもあり結構厳しい荷物です。これ両手が塞がるので雨降りの日は最悪です。そこで考え方を変えてまとめてみました。テナー、アルト、カーブドソプラノのトリプルケースを作ってみました。アルトはヴィンテージコーンに対応し、ネックのマイクロチューニングデバイスにも対応。カーブドソプラノもヴィンテージコーンに対応してます。アルトとソプラノのマウスピースは留め金の大きなリガチャーのシルバースタイン A フレームを収納できるようにしました。ケースにかなりの余裕がありますので、小物入れではなく大物入れを装備しました。とりあえず、楽譜台三脚、楽譜用 A4 ファイル、ストラップなどの小物を収納してますが、まだまだ余裕があります。実は、あえて内装の布を接着せずに余裕を持たせ、楽器の個体差で生じる隙間を調整できるようにしています。今までは楽器の個体ごとにクロスやセーム側で隙間を埋めて微調整していましたが、もう必要ないです。大物入れですが、このような形状をしています。もうお気づきの方も見えるかと思いますが、このトリプルケース、もう1台、サックスを収納できるクワッドケースにもなり、スペアも持ち運べます。これはテナーのアタッチメント。スペースがないので、ネックホルダーの下に小物入れがあります。小物入れはかなり小さく、リードケースくらいしか収納できません。これはアルトのアタッチメント。小物入れに少々余裕があります。この小物入れはカーブドソプラノのアタッチメントと共用です。こちらがカーブドソプラノのアタッチメント。小さな小物入れを追加しています。最後にストレートソプラノのアタッチメント。こちらは小物入れと大物入れを備えています。大物入れは譜面台を一脚収納できるようにしています。上蓋のクッションは柔らかめと少々硬めの2種類のウレタンを使用して楽器を適度に押さえつけるようにしてあります。ケースはキャスターがついています。脱着可能なショルダーストラップを取り付けてみました。ケースには鍵がついていませんので鍵を2つ用意しました。ショルダーストラップは金具が合わなかったため金びらで取り付けています。この金びら、説明書に重いものを吊り下げないでくださいと書いてありました。大丈夫だとは思いますが、ちょっと心配です。では実際にどれくらいの重量なのか測ってみます。ケース本体は約 13kg。内装にウレタンを使用しましたが、意外とウレタンは重量があります。トリプルケースに楽器を収納した状態で荷物を入れない場合、約 21kg。まあまあの重さですね。クワッドケースで最も重いテナーを収納した場合、荷物を入れない状態で、約 24kg。これ結構重いです。このケース作ったばかりなので耐久性や使いやすさはまだ評価できていません。金びらの強度がちょっと気がかりですが、様子を見ながら使用してみます。トリプルクワッドケースの紹介は以上です。本動画の後半にケースの製作過程を10分程度にまとめています。こちらもご覧ください。ここから製作の記録です。今回のケース製作は以下の4工程になります。
1、ケース選定、設計。2、型作成。3、ウレタンパーツ作成。4、内装。前書きです。10年ほど前、ソプラノをカーブドに変更した際、アルト、テナーのダブルケース、トリプルケースを検討したのですが、ずっとそのまま複数のシングルケースを使用していました。ここ数年イベントが全て中止となり、複数間移動の大変さを忘れてましたが、2023年春以降にイベントが復活し、再び複数間移動で苦労することに。ある時、偶然にちょうど良い大きさのケースを見つけ、一念発起し自分で作ってみることにしました。ちなみに、私、DIY は初めてで、全く知識も経験もないど素人です。それでは、始めます。2023年の夏、10年ほど前に検討していたトリプルケースにぴったりの防塵防水キャリーケースを見つけました。お値段も比較的安価でしたので、早速、楽器が収納可能かを検討してみました。ちょっと大きいですが、楽器3台と小物類を十分収納可能です。いろいろと不明な部分を確認した上で購入しました。実際に楽器を入れてみました。少し詰めればストレートソプラノが入ります。バリトンはベルの直径がケースの厚さより大きいので収納は無理です。大きさ的にはバリトンのケースより少々大きいくらいです。いろいろと楽器の入れ方を調整した結果、追加でアルト、テナーも収納可能でクワッドケースにできることが分かりました。改めてクワッドケースにした場合の収納イメージを作ってみました。楽器にぴったりと合わせたケースにしたいので、サックスの型を作ってウレタンを作成します。いろいろと試行錯誤しましたが、最終的に現在使用しているサックスケースに硬質ウレタンを流し込んで型の原型を作りました。型の原型はこんな感じで穴が開いていたりしてかなりデコボコの状態です。まずは注入式の硬質ウレタンで穴を埋め形を整えます。その後、盾を使って滑らかな形を作っていきます。盾を盛る、ヤスリをかけるを何度も繰り返し、綺麗な形を作ります。型をウレタン塗料でコーティングし、強度を上げます。こちらが今回作成した型です。軟質ウレタンを使ってケースの内部を作成します。軟質ウレタンは現役の混合比率で硬さを変えられますので、どれくらいの比率がちょうど良いかを確認します。硬すぎず、柔らかすぎず、楽器を確実にホールドできるのは感覚的に100対50でした。次に型枠を作成します。木材とアクリル板で作りますが、ウレタンが付着しないようにポリプロピレンのシートで覆います。作成した型をアクリル板に貼り付けます。ウレタンの剥離剤を型に塗ります。たっぷり塗らないとウレタンが剥がれなくなります。ウレタン液が漏れないよう養生テープで隙間を塞ぎます。ウレタン原液と硬化剤を混ぜ型に流し込みます。おおむね12から14倍くらいに膨らみます。硬化後、型からはみ出したウレタンをカットし、型枠からウレタンを取り出します。ウレタンから型を取り出し、楽器の収まり具合を確認します。型は小さめに作ってありますので、楽器に合わせてウレタンをカットして調整します。ウレタンの曲面カットはホットナイフを使います。カッターナイフではうまく切れないので厳しいです。角張った部分は面取りをして滑らかにします。同様にして各型からウレタンパーツを作成しました。ケースに収納できるよう各ウレタンパーツを適度にカットしケースに入れてみました。各パーツの間にウレタンを流し込みパーツ同士をつなぎ合わせます。
トリプル部分の接合はクワッド部分とケースに余分なウレタンが付着しないようポリプロピレンのシートで養生しています。ウレタン硬化後に接合したパーツを取り出し成形します。ウレタンパーツをケースに合わせるためケースとの間にウレタンを流し込み硬化後に成形します。クワッド用のウレタンパーツも同じように作ります。小物入れは市販品のウレタンスポンジで作成し、接着剤でウレタンパーツに接着します。トリプル側のパーツにぴったりと合わせるため、養生テープを使用して分離します。同様に他のクワッド用ウレタンパーツも作成し、成形します。最後に楽器を収納してみて修正が必要か確認します。後から布で覆いますので多少のガタつきであれば大丈夫です。問題なさそうです。布はシール生地、いわゆるフェイク革でラビット革を採用しました。マウスピース、ネック、小物入れ等の袋状の部分は先に形に合わせてパーツを縫い合わせて作成します。安全ピンやプッシュピンを利用して生地を絞り、絞った部分を縫い合わせることでウレタンパーツの形状に合わせます。楽器の本体部分はあえて生地を余らせ個体ごとに異なる隙間を埋められるようにします。生地を縫い合わせました。縫い合わせた部分は縫い目に挟まった毛をかき出すことで縫い目が目立たなくなります。先に作成したパーツも縫い合わせました。後からウレタンの補正ができるよう接着剤は使わずネックレス用の丈夫な糸で縛って固定します。先に袋状の小物入れ、マウスピース、ネック部分を固定します。その後、パーツの上面を固定し、次に側面を固定します。上面、側面の固定後、側面の生地を底面に巻き込んで固定します。最後にクッションの役割をするスポンジを底面に縛って固定し、生地を隠します。同様に全パーツにシール生地を貼りました。想定していた以上にかなり良い出来栄えです。シール生地が滑ってくれるのでケースへのはめ込みはストレスなく、また適度な圧力がかかっているので簡単には外れません。ちなみにソプラニーノはカーブドソプラノにぴったり収まりました。続いてトリプルケースの大物入れですが、市販のウレタンフォームを接着剤でつなぎ合わせて底面を作ります。容量を大きく保ちたいので、側面は薄いアクリル板を使用します。側面のアクリル板はネジ止めで固定することにしました。ウレタンフォームにネジ止め用のアクリル板を接着し、側板のアクリル板とネジ止めします。生地を貼り付け後、ネジで側板を固定し、ウレタン部分底面のクッションを糸で固定しました。こんな感じです。ケースに貼ってある上蓋のクッションは柔らかすぎて楽器を十分に支えられないので、少々固めのウレタンに交換します。内側に柔らかめ、外側に固めのウレタンフォームを使用し、楽器がケースの蓋に干渉しないようにしています。こちらも他のパーツと同様にシール生地を糸で縛って取り付けてます。接着剤で取り付けました。最後にショルダーストラップと鍵を取り付けて完成です。ショルダーストラップは金具がケースの穴に合わないので、ロック機構付きの金びらで取り付けてます。音響機材と間違われないようステッカーを作り貼ってみました。以上でサックスケースの製作過程を終わります。終わりに。トリプルクワッドケースの製作はいろいろな方法を試したり、失敗を繰り返しており、約16時間週で製作を進めましたが、完成までに半年以上もかかってしまいました。
結果的に機能面も見た目も当初想定していた以上のケースを製作することができ、ホッとしています。次は、アルト、テナーのダブルケースでも作ってみようかな。最後までご視聴いただきありがとうございます。